ポノス中島レーシングの65号車を、今年もドライブします。イゴール大村フラガです。今年の、スーパーフォーミュラの開幕戦、とても楽しみにしていました。去年から、結構後半いい調子で、来ることができているんですけれども、今年はそれを継続して、開幕戦から、フルプッシュ全力で挑みたいと思ってます。予選順位、6位で終えました。正直ちょっと望んでる結果ではないんですけれども、路面の張り替えでフィーリングとか去年に比べてだいぶ違ってて、タイヤの温まりとかそういったところもすごい変わってて、昨日の FP1 ではこういいタイム出せたんですけど、 FP2 はあんまり大きく変えてるわけじゃないんですけど、急にタイムが伸び悩んだりして、正直厳しいような予感はしてました。チームメイトの64号車の方はもう少しスピードがあったので、そこからいろいろアジャストしたり結構立て直すことができたのかなと思います。やっぱりその車のスイートスポットというか、いいパフォーマンスが出るところがすごい狭い感じだったので、なんとかそこに多少入れることができたのかなっていうところで、悔しいところはありますけど、ベストは出し尽くしたと思います。予選順位が6番手だったんですけれども、前方の方に失格車両がいたので、繰り上がりで5位でスタートすることになりました。レース結果は4位で、ほぼセーフティーカーの運用でレースが終わったんですけれども、1回目のリスタートのところでうまいことタイミングを合わせて1コーナーのブレーキングで前の車両を抜いて4番手に上がることができて、もうその週にまたセーフティーカー入って前の車抜けないかっていうのをずっと考えてたんですけど、最終コーナー入る前の橋の下ぐらいでもうみんな加速し始めてたんですけど、もう視界がひどすぎて車もハイドロしたっていう、ところもあって、最終コーナー立ち上がりではうまく合わせられなかったかな。開幕戦としてはまずまずの結果で終えれたんじゃないかなと思います。昨日のフリープラクティスも結構苦戦した中だったので、なんとか4位という結果は結構頑張ったのかなっていう感じです。多分今後のチャンピオンシップポイントとかでもそういったところが結構大事になってくると思うので、まずまずの結果です。明日もそんな簡単にいかないとは思うんですけど、その中でベストを尽くして表彰台に行けたらいいなって感じです。明日も引き続き頑張ります。昨日から車の微調整を行っていて、多分そこら辺はいい方に出たんじゃないかなと思ってます。難しいコンディションというところで、タイヤの熱も入れにくいっていうところでも昨日と一緒なんですけど、最初から出てなるべくタイヤを温めて最後の2周でタイム出しに行く想定で走行しました。手応えをつかむために前の週からアタック入ってたんですけど、その後半のところでフロントロックをしてしまってタイヤにフラットスポットを作って、そのまま最終ラップに挑んだんですけど、最終セクターのブリッジ下あたりでギアがちょっと上がらないトラブルがあって、そこでタイムも落としてしまって、両方が重なって Q1 ギリギリ通らなかったっていう感じです。多分車のパフォーマンスとしてはもっと上の方に行けたような手応えがあったんですけど、いろんなことが重なってうまくいかなかったのかなという、結構悔しいです。ここからできるだけ追い上げれるように作戦とかも考えて、車も多分大きくは変えないと思うので、僕らのあるポテンシャルをレースまた引き出せるように考えていきたいなと思います。これで10分前。ラウンド2、終えたんですけれども、結果は P16 ぐらいだったのかな。スタートは抜群に決まって、すごいポジションを上げることができました。結構前の方にジャンプアップすることができたんですけれども、さらに順位を上げようとしたところでもう一台と接触する形になってしまって、正直予選からあまり流れが良くなかったような週末でしたね。最初の方は大丈夫なのかなって思ったんですけど、その次の瞬間から結構スペースがなくなってきちゃって、僕のところからすると行き場がなくなったみたいな感じでした。サイドポンツーンはダメージあったし、カウル類がダメージを負ってる部分があるので、ダウンフォースは多少影響あるんじゃないかなって感じです。走れなくなる感じではないですけど、いい状況とはまたちょっと違うところにはいたのかなって感じです。
ではまだポイント圏内見えるところだったかもしれないんですけど、ピットストップでも結構作業に手間取ったところがあるので、そこら辺で完全に勝負権を失っちゃったっていうところです。なので予選からいろいろと流れがあんまり良くなかったのかなっていう大会だったんですけれども、始まったばっかりなのでめちゃくちゃ悔しいですけれども、もう次に向けて集中してもっと上の方を目指せるように諦めずいきたいと思います。期待していた結果が2日間では出せたとは感じていません。今日も予選では不運があり、レースもどちらかというとアクシデントに巻き込まれる形でうまくいかなかった2日間だとは思うんですが、その中でもね、このドライバーと今年戦っていけば必ずもっともっといい位置に行けるというふうに再認識できた週末だったかなと思います。